イギリスで電気代が一気に 13% 上がるのだ。月々3000円以上の負担増。理由はホルムズ海峡、つまりイランが石油ルートを防いだからなのだ。13% も月3000円って年間3万6000円も電気代が増えるってことかしら。たった1ヶ月で。その通りなのだ。でもね、これはイギリスだけの話じゃないのだ。世界中のエネルギー価格が揺れ動いている。天然ガスは 25% も上がった。その背後にあるイランの本当の狙いを暴くのだ。ホルムズ海峡、ペルシャ湾とオマーン湾を結ぶ幅わずか 55km、ここを通る石油、天然ガスの量は世界の5分の1、つまり1日あたり2100万バレルなのだ。2100万バレル、それがどのくらいやばいのか私には想像つかないわね。日本はこのルートどのくらい依存してるの？日本の石油輸入の9割が中東なのだ。そしてそのほぼ全部がホルムズを通ってくる。つまりここが塞がると日本は石油が来なくなるってわけなのだ。つまり日本が石油を輸入できなくなる。それってガソリンスタンドから品物が消えるってことじゃない？怖すぎるわ。でね、わかりやすく例えるなら、日本が毎日食べるおべえの9割がたった1本の橋を通って運ばれてくるのに、イランがその橋を爆撃しちゃったようなもんなのだ。今何が起きているのか、まず事実を整理するのだ。イラン戦争で米国とイスラエルが攻撃を続けている。イランは報復としてホルムズ海峡の通行を事実上禁止したのだ。待ってください。イランが海峡を禁止するってどういうこと？軍事力で実際に塞ぐってことかしら。その通り、イランの革命防衛隊がホルムズ周辺を軍事統制している。タンカーが通ろうとすると、イラン側がお前たちは敵国の石油を運んでいるから通すわけにはいかないと突き返すのだ。実際に海峡を通るタンカーは9割減ったのだ。9割が通れない。それって事実上の禁止じゃない。世界のエネルギー市場はどうなってるの？イラン戦争が始まってから天然ガスの価格は 25% 上がったのだ。石油も跳ね上がった。ロンドンの商品取引所では買い手がいなくなるほどの大混乱。なぜなら供給がなくなるのが確実だからなのだ。私はさ、イランの本当の狙いって経済戦争だと思うわ。武力じゃなくて世界経済をめちゃくちゃにすることで米国への報復をやってるんじゃない？いい指摘だ。実はイランの目的は純粋な軍事勝利じゃなくて世界経済を揺さぶることなのだ。欧州が苦しむ、日本が苦しむ、インドも苦しむ。こうすることで米国の同盟国たちからイランと交渉しろという声が出てくるわけなのだ。つまりお前たちが困れば米国も交渉せざるを得なくなるっていう計算ね。相当な賭けだわ。でもそれって実際に効くの？ここが重要なのだ。イギリスでは電気代が 13% 上がるって言ったけど、あれは規制当局の試算なのだ。つまり政府がこれ以上は家庭に負担させちゃダメってストップをかけた金額なのだ。ということは本当はもっと上がってるってことを、企業向けとか冬のガス代とかそういう隙間で値上げが起きてるってことね。その通り、イギリスは今夏対策をしたから 13% に抑えられてる。でも秋から冬に向けてガスの需要が増える。そうすると 30%、40% の値上げも現実的になってくるわけなのだ。イギリス政府は今、やばいのだ。そして日本はどうなるの？アジアは中東石油に 80% 依存してるって聞いたわ。日本だって他人事じゃないでしょ。日本のガソリンスタンドをよく見てほしいのだ。今、1リットルあたり170円台。通常は130円台のはずなのに、40円近い上乗せがある。その理由がホルムズ危機なのだ。40円ですって、月に40リットル給油する人だと、月額1600円の負担増ね。それが半年続いたら9600円。私、今月の給料から計算したらなえるわ。そこなのだ。イギリスの電気代 13% 上昇という話から、実は日本の家計もすでに、有事の状態に入ってるってわけなのだ。ガソリン代、電気代、灯油代、全部が連動してじわじわ上がっている。ここまでの話をまとめるのだ。ホルムズ海峡がイランに支配されて、世界のエネルギー供給が 25% 以上コストアップになった。
イギリスは 13% の電気代値上げで対応。日本はガソリン代ですでに40円。リットルの上乗せを食らってるってわけなのだ。そこで米国が動いた。ってわけで、SPR を放出して供給を確保しようとしてる。でも完全に補えるの？ここがポイントなのだ。イランの統制で日々2100万バレルが失われている。米国の SPR 放出は170-200万バレル。つまり、8日分ぐらいなのだ。冬場はどうするのか、全く見通しが立ってないのだ。つまりね、今からが本番なのだ。短期的には米国の SPR 放出で持つかもしれない。でも3ヶ月後、イランはまだホルムズを防いでたら、日本のガソリンは1リットルを200円超える可能性が高いのだ。私たちにできることって、今から資産防衛を考えておくしかないのかしら。太陽光パネルとか、ハイブリッド車とか。その視点は大事なのだ。でもね、本当に重要なのは、政府が動くのを見守るってことなのだ。LNG 代替供給、新しいパイプライン構想、時には外交交渉も必要。日本が孤立していては何もできない。ここは国家戦略なのだ。明日はこのイラン戦争がもたらす地政学的な新しい動きを見るのだ。具体的にはロシア、中国がこの混乱を使ってどう動いているか、インドはどう対応しているか、そういった各国の立場と選択を徹底解説するのだ。チャンネル登録で見逃さないでほしいのだ。海外ニュースを日本の生活で読み解く、ずんだもん海外ニュースなのだ。また明日、なのだ。